どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。ですね、前回新しいところ、なんだっけ、なんていうところだっけ、暗黒洞窟ね。暗黒洞窟に入って、で、なんかいきなりボス戦みたいのがあって、で、それを終わって、で、ちょっとして、ちょっともう時間切れでやめちゃったと。終わったということなんですが、その続きをもちろんやっていくんですが、その前にですね、裏で、前回行ったところはね、暗黒洞窟の闇の迷路っていうエリアなんですよ。だから今まで赤い森だとかローマ同士の館みたいにまた何マップがあるんでしょう。でその最初が闇の迷路、それが前回のところで、そこの闇の迷路っていうところだけ、ちょっと取ってました。アイテムとかね。そしたらね、強制的にというのかな、生きがてら、千年の夢が入っちゃったんですね。だからそれをね、またちょっとね、申し訳ないんですけど、読んでいこうかなと思っています。でその後ちょっとやりたいことがあるんですが、まあそれはその時でいいでしょう。とりあえずね、えこういうものが取れました。殺戮将軍の悲劇。だからこれをね読んでいきたいんですが、ここね前ね休めるってなってたと思うんだよな。でもね今休めないんだよな。なんでかなんでかな。暗黒洞窟っていうのが終わらないとダメなのかな。今要するに戻ってきたんですけどね。じゃあしょうがないんでもう一回お金払って、見ましょうかね。えーっとうんそっかそっか。でね、その前に、その前段があるでしょ。何を見て記憶を思い出したのかっていうの。それをまた取ってあるんで、ちょっと見ましょう。こういうやつ。骸骨があって、それを眺めてるんですよ。これ前回ありましたね。また違うところの骸骨です。だからこういう兵士っていうか、なんかこう見て思い出したんでしょうね。ここね、絶対通らないといけないので、だから絶対取得するやつですね。このムービーはじゃない、この千年の夢はね。なのでこれは結構重要なんじゃない。ということですね。では止まろうか。うん言葉同じですね。これね。じゃあこれもね早く見なきゃいけないんだけど、まあこれね、さあどんなかな。まだ読めないぞ漢字。殺戮、殺戮、いっぱい出てくるね。殺戮将軍というのがその将軍の通り名だった。それが主人公だね今回ね。戦いはなんだって、戦いは強い。傭兵の妙に長け血のりや、時のりを生かす術も心得ていて何より一個の武人としての技量も抜きん出ていた。だが戦場での勝利や殺戮とは直接にはつながらない。上昇将軍、腐敗将軍、無敵将軍、そんな名前で呼ばれる将軍は数多くとも、殺戮の名を、冠されるのはっていうのかな、この将軍だけだ。殺戮将軍の悲劇だ。でも悲劇なんだな。今回の題名ですね。なぜだかわかるか皆無。また傭兵なのかな今回は。見渡す限りの屍の山を上機嫌に眺めて、将軍は言った。皆無は何も答えない。傭兵として戦場に入り、正規軍の兵士たちをはるかに超える武勲を挙げた。将軍が直々に呼び寄せ言葉を与えるのは将校クラスでも天に昇る心地がするほどの名誉らしい。戦いに勝つ
勝つだけのことなら簡単だ。極端に言えば敵の将軍を殺せばそれで済む。親玉の首をたった一つ、なんて読むの、ひねればでもいいのかな。戦いを終わる。そうだろう。カイマは無言でうなずいた。この戦場での戦いもそれで終わるはずだったのだ。3日間にわたる戦いの最初の1日で敵の将軍は投降を申し出た。へえ。自分の首と引き換えに、兵士や村人の命だけは救ってくれとこうたっていうのかな。だが、殺戮将軍はその申し出を拒絶した。戦意をなくした相手に徹底的に攻撃を続け、完膚なきにまで殲滅して、3日間の戦いの最後の1日は無抵抗な村人が逃げ込んだ密林を焼き払うことに費やされた。徹底的だね。だがな、本当の戦いは戦場で外貨を上げるだけでは済まんのだ。一人でも生き延びた奴がいれば憎しみの種が残る。復讐心というやつだ。そんなものを残していたらろくなことにならんだろう。将来の禍根は立っておくに限るんだ。だから将軍に率いられた正義軍たちは敵の部隊を全滅させた後で村の若者を殺した。武器を持たない老人も殺した。子供を抱えて逃げ惑う女たちを殺し、その死体から引き剥がした子供たちも殺した。わしのことを残酷だと思うか、カイム。うなずくと周りにいた将校たちは一斉に色めき立ったが、殺戮将軍はまあまあと、たかだかにっていうのかなに笑って続けた。お前は何もしなかったらしいな。俺は戦場で兵士を殺すことが仕事だからな。それ以外のことは契約に含まれていない。カイムね。そこは愚かな考えだと言うんだ。お前が殺した兵士にも兄弟がいる、子供もいる。彼らの恨みを背負って復讐に怯えながら生きていくのか。全く馬鹿げてる。一族路頭を皆殺しにしておけば心配なく生きていけるじゃないか。豪快な高笑いをする将軍に周囲の将校も追従した笑顔で答える。だがカイマは表情を変えることなく歩き出した。どこへ行くんだカイマ。もう話は済んだだろう。俺の契約も終わりだ。いいからちょっと待て。その一言とともに兵士が数名カイムの前に立ちはだかった。ただでも傭兵ならばねえ、でも殺せっていうのも命令かもしれないけどね、村人をね。どうなのかな、分かんないけどね。今回の契約はどうせだってあれでしょ、正規軍じゃないでしょ。カイムお前の働きぶりについては前線から報告を受けておる。どうだ、わしのもとで、存分に、部を、振るってみんかでいいのかな。部を振るってみんか。断る。俺は武器を持たない相手に剣を抜くつもりはない。殺戮将軍は一瞬きょとんとしてから呆れ顔になった。非戦闘員をやるっていうのはね、ちょっと良くないよな。そういうのはリアルでも要するにそういうことになってるじゃないですか。まだ分からんのか。いいから歴史を少し紐解いてみればすぐに分かることだ。憎しみは連鎖する。どんなに栄華を誇っていた国家や権力も必ず憎しみや恨みによって倒されてしまう。だからわしはそれを根絶やしにするために万全を期しているのだ。将軍、戦いと殺戮とは違う。何？勇猛さと残虐さも違うものだ。貴様傭兵か、の分際でこの足に意見する気か。将軍、憎しみは人の命を断ち切るだけで消えるものではないんだ。例えばこの地にも雲にも風にも憎しみは宿る。俺はそう思って生きてきたし、これからも生きていくつもりだ。愚かだ。殺戮は臆病者の所業だと俺は思っている。言うね。貴様、将軍は血相を変え、兵士たちも剣を抜いた。とそこに焼き払った密林の奥から兵士たちの声が聞こえた。兵士とはどっち側の？まだいたぞ。5人残ってる。いや6人だ。あっちだ、あっちに逃げていったぞ。それを聞いた将軍は途端に狼狽しっていうのかな。早く捕まえろ。一人たりとも逃がすな。
早く早く、何があっても逃がすなと部下に命令した。皆無の前に立ちはだかっていた兵士たちも急に起き足立って悠々と立ち去る皆無を呼び止める余裕のある者は誰もいなかった。いいか、絶対逃すな。一人でも生き残りを作ったら貴様ら全員この場で打ち首だぞ。将軍の声は確かに臆病者のそれだった。これ将軍自体の思いでしょ。そういうふうな命令があったわけじゃないでしょ。将軍のさらに上の人からさ。殺戮将軍はその後もさまざまな戦場に赴き、数えきれないほどの村を焼き尽くし、その全ての住民を殺戮した。今のはじゃあ結局殺戮したの、その5、6人ある夜のことだ。将軍は手の甲に妙なむずがゆさを感じた。虫刺されやかぶれとは違う、もっと奥深いところがうごめくようなかゆみだった。おかしいぞ、爪を立ててかきむしってもかゆみは消えない。と言って発疹が出てるわけでも赤く腫れているわけでもない。毒牙にでも触れたか。その日もまた将軍は村を焼き払ったのだった。平和の頃には花園の里と歌われた景色のいい村だった。その名前通り村人たちは色とりどりの花を丹精に育て、ちょうど今の季節は夕日のような花が満開で、まるで村全体が夕焼けに染まっているようにも見えた。そんな村を将軍は夕日、おっとさらに赤くなった。夕日よりもずっと赤い炎で焼き払った。逃げ惑い命乞いをする村人を一人ずつ殺した。夕日よりも炎よりもずっと赤い血が大地を染めた。赤いね。いつものことだ。別に特別なことをしたわけではないわ。将軍はむずがゆさの消えない手の甲を振りながら酒を一口、読めない。酒を一口、読めないね煽ったではないだろうけど、その瞬間手の甲の薄い肌を引き裂いて、小さな粒のようなものがいくつも外に出てきた。血は流れない、痛みもない。まるで大地から植物が芽吹くように。いや、見る間に手の甲を覆ったそれは紛れもなく植物の芽だった。将軍は驚き怯えながら、なんだろうこれ、脇差しみたいなこと言ってんのかな、を手の甲に当てた。カミソリ要は分かんないけど、手の甲に当てた。それを反り落とそうとした。するとそれはなんとこれ分かんないね、カミソリじゃないけどさ、の刃が当たると人はうめき声に似た音を立てた。全身を切り刻まれて殺される時の断末魔のうめき声と同じだった。生きながら炎に包まれる時の苦悶のうめき声と同じだった。うるさい、やかましいやこの化け物が。片手にまた読めない、なんとかを持ち片手のそれを反り落としていると耳を塞ぐことができない。将軍は油汗を流しながらそれを全て反り落とした後、腹立ち紛れに警備兵を呼びつけた。貴様ら何をしておる。わしのマック社っていうのかなから尋常ならぬ声が聞こえてきたら、何を置いても駆けつけるのが警備兵の務めではないか。だが警備兵たちは軽減そうな顔を見合わせ、遠慮がちに将軍に答えた。恐れながら我々は将軍の、マック社でいいのかなのすぐ外に立っておりましたが、かような物音は何も聞こえなかったという。将軍は怒りの形相で警備兵たちを睨みつけたが、感情の高ぶりを必死に押さえつけて、もうよい、下がれと命じた。部下と話している余裕はない。将軍の手の甲は再びむずがゆさに襲われていた。いや、手の甲だけではない。膝の裏も脇腹も肩も首筋も尻も、全身のあらゆるところがむずがゆい。部下が立ち去り、一人になった将軍は寝巻きでいいのかなを脱ぎ捨てて、全身を突き当たり明かりに透かした。あちこちからそれが芽吹いている。
中にはすでに目から葉が育ちつつあるそれもあった。将軍は声にならない悲鳴を上げて、手当たり次第にまた読めないぞ、なんとかの葉を当てる。それを次から次へとそり落とす。うめき声が聞こえる、うめき声が聞こえる、うめき声が聞こえると、寝台のシーツは、見る間に緑色染まった。シーツに落ちた無数の目はやがて大地を埋め尽くす無数の人々の死体に変わって夜の闇に溶けるように消え失せた。なんかもう幻覚見るようになっちゃったのか。幾晩も幾晩も眠れない夜が続いた。それを落としてもそれを落としても、それは夜になると湧いてくる。塗り薬も効かない。毒消しの丸薬というのかなをありったけの種類、含んでみたが、それもダメだった。部下には話せない。殺戮将軍の体から得体の知らない植物が生えているらしい。そんな噂が流れたらたちまち敵は勇み立ち、味方の息は承知して、もしかしたら寝首をかこうとする部下も現れるかもしれない。殺戮将軍は臆病であるがゆえに殺戮将軍と呼ばれ、臆病であるが上に孤独な将軍でもあったのだ。誰にも打ち明けることはできない。将軍はよごと孤独な戦いを続ける。いや、正確には戦いとは呼べない。将軍の体に生えてくるそれはただ生えてくるだけだ。何も抵抗はしない。また読めないぞ。なんとかの、歯を当てるとあっけなくうめき声のような音を立ててそり落とされてしまうだけだ。将軍が一人きりで続けているのは孤独な殺戮だった孤独な殺戮ねさらに幾晩かが過ぎた。それの生えてくる勢いは衰えない。また読めないぞ。反り刀じゃないよね、まさかね。の刃が届くところにしか生えてこないのは幸いなのだろうか。それとも不幸なのだろうか。刃が届くからこそ将軍はそれをそり落とさずにはいられない。一人で殺戮できるからこそ誰も呼ぶことはできない。孤独な殺戮が続く。眠れない夜が続く。将軍は随分痩せてしまった。なぜだ。将軍は自問する。なぜわしがこんな目に遭わなければならないのだ。今は戦乱の世で、ここは戦場で、生き残るためには敵を殺さなければならない。公庫っていうのかな、五個っていうのかなの憂いを断つためには、武器を持つ者も持たぬ者もことごとく殺してしまわなければならない。当たり前のことではないかと将軍は吐き捨てる。わしは当たり前のことは当たり前にやってきただけではないか。さっきの絵と一緒だね。今夜もそれは体のあちこちから湧いてきた。今夜も将軍はそれをすべて反り刀にしようかなで反り落とした。無数のうめき声が今夜も、無数の死体が今夜も、夜明けの告げる鳥がなく、今夜もまた将軍は一睡もできなかった。もういよいよね、やばいね。戦場で鍛えていたはずの体も見る間に衰弱した。いや、何より心が不安定になってきた。将軍は昼間も、寝台に横たわるようになった。目を閉じても開けても過去の、殺戮の場面が蘇ってくる。腕は立つが、生意気な傭兵に言われた言葉を今になって思い出す。憎しみや人の命を断ち切るだけで消えるものではないんだ。こう皆無かな、さっきの。例えばこの大地にも雲にも風にも憎しみや宿る。なるほど。あの男にもう一度会いたいと思う。もう一度会ってわしのやってきたことは間違っていたのかと改めて聞いてみたい。皆無だね。おそらく無口なあの男は何も答えてはくれないだろう。それでもあの男、皆無と名乗ったあの傭兵にもう一度会ってみたい。日が暮れる、夜が更ける。いつものように、全身のあちこちが痒くなり、それが次々に芽吹き始めた。枯れ枝のように細くなった指をそんなに反り刀を掴んだ将軍には、しかしもはや反り刀でいいのかなそれを根元に当てる体力も気力もなかった。もういよいよだね。背中がむずがゆくなった。ちょっと届かないんじゃないの。反り刀の届かない場所からそれが芽吹くのは初めて。
満を持していたのかもしれない。将軍は寝台に横たわったまま手に持った反り刀をポトリと落とした。もういい、もうどうだっていい。それがじわじわと育っていく。見る間に将軍の体を覆い尽くす。そして背中が割れた。ひときわ大きな目が外に出てきた。なんかエイリアン思い出すな。夜明けまでにその実は十分に育ち、鳥が鳴き出す前に花を咲かせた。夕日のような赤い、赤いよ。夕日のような色をした花だっただって。さっきの赤っぽいよ。笑い声、ちょっとよく聞こえないけど。それから長い長い年月が過ぎ去った。今の演出っていうか長いね。古戦場を、訪ねたカイムはそこに花園があるのを見つけた。周囲に咲く花と明らかに、これだよ、まただよ、幼いのに進んじゃったよ。かつてこの地はシセリ将軍あり、異名を殺戮将軍という。ある夜将軍の旧世、セリっていうのかな、亡骸に草生い茂り花咲けり、将軍の焼き滅ぼし村の特産の夕暮れ花なり。古の伝承に曰く夕暮れ花、憎しみを抱きし者の肉体に種宿り、その肉体は根より吸い上げて育つ花なり。これ本当のことなの？夕日のような色をした花がかすかな風に揺れている。カイマは憎しみが生んだ無数の花をしばらく見つめ、黙って、こうやってやればいいんだな。でもそれは気づかないけどね。しばらく見つめ、また黙って歩き出した。花園の真ん中には錆びつき朽ち果てた甲冑があるという。それを見つけた者はまだ誰もいないのだが。そうか、あの死体っていうか、あの甲冑っていうか、それを見て思い出したんだな。今のはだって読みたい。さあ、これ失敗したら、押しすぎちゃったらまた初めっからになってしまう。さっき赤い場面があったな、最後に。これか。古戦場を訪ねたカイムはそこに花園があるのを見つけた。周囲に咲く花とは明らかに違う色をした花が一面に咲き乱れている。花園の傍らにはその歌、また読めないぞ。今回は何個読めなかった？ 10 個ぐらい読めなかったか。その歌、なんて読むのを伝える日が経っていた。いいね。なんかそんな感じかなと思ったけど、次読んだ時、日が経ってるってことは誰かがあれ、今度は A ボタン押さなきゃダメだったね。今絶対さっき押してないのに。日にはだからこう書かれてるんだね。かつてこの地でシセリ将軍あり、異名を殺戮将軍という。ある夜将軍旧世セリっていうのかな、亡骸に草を生い茂り。これでも誰がやったのかな。村の特産の夕暮れ花、その肉体を根より吸い上げて育つ花なり。夕日のような色をした花がかすかに風に揺れている。ああ、なるほどね。花園の真ん中には甲冑があって、なるほどね。なるほどね。あのさ、要はさ、赤い森もさ、これ赤い森のこと言ってんじゃないよね。違うよね、多分。赤い森にも、これまた入ったね。赤い森にも、なんていうの、血を吸い上げて、無数のほら死体があったわけでしょ、当時。
東方部族だっけ、それとその地に住んでたもの、なんか沼良軍なのか分かんないけど、名前はちょっと忘れちゃったけど、それとの争いで相当数の死体があって、でその死体を餌にというのかな、そういう名前の敵がいたんだよな。それ動画でも言ったと思うんですけど、だからそういうのがいるんであれば今のもいてもおかしくないかね。なんてことちょっと今思ったんですけどね。まあゲームだからそういうのがあってもおかしくない。じゃあ幻覚じゃなかったのかな。さてと、じゃあこれで見ました。でいつかこれもちょっと時間がある時に見ますよ、これね。この後はもちろん暗黒洞窟行くんだけど、あのね前回の戦いあったでしょ、いきなり戦い始まっちゃったやつで、何の準備もしてないで挑んだし、ちょっとねあまりにも無様だったんでちょっと裏で戦い直しました。その戦いをもう一回やります。取っときたいんで。あまりにも無様だったんでまあ初見だからしょうがないんだけど、なのでそれをやります。それはデータ戻ります。なので、ちょっと一回カットね。こっからデータ戻るんで一回カットします。さあ、うまくカットできたかなカットし忘れてないからここで、前回サラが自分で閉じた門、目の前の門ねそれを、自分で閉じたのでね、まあ、自分で開けられるんでそれで入っていきましたね。そっか、もう一回カットすればよかったな。ここあれができないんですよ、スキップ。まあついでにもう一回見ようか。次はカットします。もう一回ムービーがあるんですけど、でこうやって入っていったと、前回ね。そしたら突然戦いが始まっちゃったよと。突然っていうかちょっと歩いてからね。あ、そっかそっか、これあれだなあれだ、これね実はねここにセーブがあるんだよ。そっか、そこでセーブすればよかったんだ、この状態で。でこれ以上進むと始まります。でねでまあもちろんこのデータはまた戻るんですけど、この後進めちゃってさっきのムービー、さっきのね千年の夢が始まる場所にたどり着いちゃったんでねこのマップの、ずっと北の方なんですけど、さてと、作戦はですね、まあ、前回のメンバーでいきます。一番奥の闇の魔導士だっけ、闇のなんとかってやつ、まあ今から見せますが、そいつが、魔法のカウンターやってくるんで魔法攻撃はできないのでね、同じ魔法を使ってくるので、であいつはですね、状態異常が効きます。だからボス戦とはちょっと違うかな。ボスってね全然なんか状態異常効かないけど、やつには効きます、他のやつにも。でも他のやつは民のですね、民の、これで前回もやりましたが一掃できるんで、どれだ、このこれね、ゼフレアで OK です。ゼフレアで OK ゼフレアラじゃなくてもそれでやります。でそれは必ず魔法のカウンターが飛んできちゃうので、一応念のためにですね、民にはですね、まあいいんですけどね、ワンターンで倒せます。一応民にはこれをつけてありますが、別にまともに食らっても大丈夫です。なぜならワンターンなので、その前に必ず鳥みたいなやつがいるんですけど、虫トンボみたいなやつ、そいつら5台から攻撃を受けますが、GC がかなり減るわけじゃないので、でミンはバックなんでね、そんなにダメージは受けないですなので平気、食らってもね。それでね、あ、そっかそっか、今説明できないんだ。そっかそっか、今っていうかあれだ、始まっちゃうとこれの説明ができないから、この、でね、前にいる5体、まあ今後から見せますが、そのトンボみたいなやつらは物理攻撃しかしてきません。なんですがその物理攻撃についてる
目回しの効果があるんですね。必ずではないんですけど結構確率で、目回しの状態以上が飛んできちゃうので、これやられると、魔法スキル物理攻撃、それのどれをやっても対象を選べなくなっちゃうんですよ。例えば物理攻撃で、なんとかってやつを倒したいのになんとかってやつには選べない、誰に行くか分かんなくなっちゃう。でそれじゃ非常に困るので、目回し無効っていうのはつけさせてあります。でこれもねもちろんアクセサリーにもあります、あるので、まずこのね不死者はそれをスキルでセットすればいいですが、他の3人はできないので、今のさっきのね宿屋の隣に、もう一個部屋があるんですけど、宿屋っていうかさっきの西部の部屋ねの向こう反対側の部屋に、武器屋があるんで、武器防具屋っていうのかな、そこに坂巻の歯車これ売ってるんでね、もともと2個持ってましたが、心配なら見つかった方がいいですね。私はたまたま2つ持ってるんで、まず1個こいつにつけさせます。でもう1個は、こいつにつけさせます。なぜこいつかっていうと、こいつには、一番奥のやつを闇のなんとかってやつをストーンを使って倒したいのでね、そのね奥のやつにストーンが向かなくなっちゃったら困るので、目回し食らってね、しかもこいつは前線なんでね、まずいのでそうしました。でマックは遊びですいらないです。だからもし坂巻の歯車買う金もないしスキルも育ててないってことなんであれば、皆無とセス入れて何とか攻撃しのぐって手もありますね。どっちにしても、ストーンで倒します。こいつとヤンセンとサラでストーンをかけます。でこいつにザコを一掃してもらう。でクックはじゃあ何やるかって言ったら、栄翔補助だっけ、栄翔補助だっけ、栄翔補助か、栄翔補助をミンにかけます。あんまり変わんないんですけど、どっちにしても最初の5体は、の攻撃は食らってしまいます、大体ね。で大体戦闘始まったら、こっちが全部後手なんですけど、その時に5体物理攻撃をバンバン繰り出してくるんですが、大体マックに来ます。だからマックは何してるかって言ったら防御をします。しょうがないんでいろいろ考えたんですよ、マックに、ね中級魔導士かなんかのアクセサリーがあるんですけど、それつけてストーンとかいろいろ考えたんですが、結局あんまり変わらないのでね、防御しとこうかな。あと例えば目回しはこれ何も入ってないんですけど、スキルもねもちろんこれもね、入れてないんですが、ちょっと待って、何を説明しようとしたんだっけな。これ入れてね、これでストーンとかやるとしたんだけど、あんま意味ないんでやめました。で何をかちょっと忘れちゃった。とにかくあとこのエンハンスは全部入れてない、意味ないので全部外しました。別に外さなくてもいいですけどね、っていう感じね。とにかく目回しやらないと困るんで、ストーンをかけたやつには必ずつけた方がいいっていうことですね。その作戦でいくならね、っていう感じかな。とにかく、こいつとこいつとこいつで一番奥のやつを倒す、ストーンで。でね、ストーンはね1回やると、このゲームさ状態以上のその命中率っていうのかな、それはほぼ 100% だね、相手が効くんであればほぼね、ただねこれはあんまり効かないんだよな、これなんかよくわかんないけど、でねこれも考えたんだけど結局ね遅いんだよこれやると。次の段になったり
そのターンの一番最後になったりってまちまちなんで、このゲームね、そこら辺のスピードがよくわかんないですね。例えばブレイブリーデフォルト2とかも、そのなんていうの、その一つ前にやった戦いでどれだけの大技を繰り出したかによって次の戦いの時にスピードが遅くなっちゃうんですよ。要するに ATB ゲージの溜まりが遅くなるっていうのかな、 FF でいうと。なんかね、よくわかんないんだ、その辺が、このゲーム。なぜ、次のターンになる時もあればそのターンの一番最後になる時もあるのっていうのがちょっとよくまだ分かってないです。だから意味ないんで、なんかちょっとよくわからないんで、まあ防御は、にしときます。外せないんだね、このゲームはね。この作品はだから一人だけで戦うとかっていうそういう遊びはできないのかな。それからあとね、ちょっと前から気づいてたんだけど、ほんのちょっと前だけど、ウイルスって毒みたいなもんなんだよ。毎ターン削れる、相手の HP の量によって何パーセントなのかな、相手の最大 HP の何パーセントが削れるわけだよ。でね、毒もそういう感じ、でね、ウイルスと毒は重ね掛けができるので、だからウイルスと毒をかけるって手もあったんだけど、結局はワンターンで倒せないのでね、やつはとんでもない全体攻撃の魔法をバンバン繰り出してくるので、勝てなくはないですけど、その作戦はやめました。ウイルスと毒、ポイズンだっけ、このゲームでいうポイズンか、FF のバイオとか、だからポイズンとウイルスは、重ね掛けができるのでかなりでかいですね。だから長期戦にどうしてもならざるを得ないような戦いで、なおかつウイルスとポイズンが効くような敵がもし仮にいたとしたら、ぜひ今度使ってみたいですね。それでなんとか、戦いをしのぐ、そんなような戦い方ももしかしたら今後出てくるのかもしれないなとか思いましたね。あと FF12 のウイルスとはちょっと違う意味合いだよね、ウイルスっていうのはね。要するに毒みたいなものでも、FF12 のウイルスっていうのは、最大 HP が、最大 HP が1になってしまうんですよね。どんどん時間によって減ってって、で1になったからといって、ポーション投げても1にしかならない。だから最大 HP が1になっちゃうっていう凄まじい魔法だっけ、魔法なのスキルなのちょっと覚えてないけど、がありましたね。だからその意味合いとはちょっと違うけどね。じゃあなんでポイズンとウイルスって分けてんのっていうのもあるんだけど、なんかね、要するにマックが呪術として使える、で黒魔法として使えるポイズン、呪術として使えるウイルスっていう感じかな。だけどじゃあなんでそんなことすんのっていうと、あれもこれも取得するのがあれなのかな、あるいはどっちかしか効かない敵がいるとかね、なのかもしれないし、あとねちょっとねよく検証してないんだけど、毒よりもウイルスの方が多く削れるかな、 HP。 ごめんなさい、逆だったかもしれない、なんかそういう違いがあるのかもしれないけど、効能としては同じなんですよ。毎ターン後にボカーンとか言って相手の HP が削れる。でまた次のターンになるとドカーンドカーンドカーンって、相手が回復しない限りはね、どんどん HP が削れてって、もし耐えしのげるんであればいずれ相手に勝てるっていう、そういうことですよね。なんですが私の作戦でやればとりあえずワンターンで終わるので、やらない。でね、ワンターンで終わらせる理由は、その一番奥のやつがね、バックのやつが、バックはそいつ1体しかいないんだけど、バックはね、そいつはね、闇のなんとかってやつは、最初のターンは攻撃してこないんですよ。だからそういうとこも活かしたいなって思いました。でね、石化はね、ストーンね、1回やるでしょ。そしたらね、2ターンだっけな3ターンだっけな、ほっとくと石になっちゃうんですよ。石化しちゃうわけです。それで勝てるわけです。石化の兆しっていう名前なんですけどね、だから兆しがあるわけですよ、そうしてターンが進むといよいよ石になって相手は死んでしまいますよということなんだけど、
重ねがけをやることによってワンターンで死ぬことができるっていうのはもうちょっと前から気づいてたので、だからそれを利用して2人に石化をしてもらう、石化の兆しをしてもらう、サラとヤンセン2つやれば、一旦全員終わった後にヤツは死んでしまうので、そういう作戦でいきたいと思います。じゃあ行こう。でここはあれスキップができますが、これが可愛いんだよね。これさ、クックもいつもさ、最初にクックに出会った時もすごい勇ましかったよね。沼らへだっけに食ってかかってさ、すごい勢いだったじゃん。すごい勝ち気な女の子だったんだけど、やっぱり子供なのかなお化けじゃないけど、ああいう骸骨は怖いのかな。ちょっとほっこりしますよね。まあマックはわかるけどね。さて、随分前回の動画をやってくれたじゃねえか。そうはいかねえぞ今度は。こいつのことね。闇魔導士か。であとこいつのナイトフライヤーね。トンボじゃない。ナイトフライヤーは全部範囲攻撃の火で始末してもらいます。でこいつ何やるかっていうと、やることないので防御します。だいたいマックに飛んでくる、攻撃が、ここの6体は物理攻撃をずっと仕掛けてくるので、防御で、これはストーンを最後のやつにやって、でこれは、ゼフレア、これをこうやって、でこれはストーンを最後のやつにやって、でこれは栄翔補助を、ミンにしてもらう。でもなかなかね、なんだけど結局食らっちゃうんだけどさ、ナイトフライヤー5体6体、こういう風にね、だこれを耐え忍ばなきゃいけない。でカウンターが効かなかったかまあこういうこともあります。だから目回しやっとかなきゃダメ。まあもう出番ないけどね、クックのね。一応武器ガード2つけてるのか、まあなくてもいいです別に。でほらね、闇の魔導士は次に攻撃してくるんで、これで飛んできます必ず。魔法カウンターなんで。だから石化を防ぐやつをつけてる。さっき言ったっけ、石化を防ぐやつはつけてます。2人ね、2人、サラとヤンセンだから大丈夫。まあかかっても大丈夫。あれヤンセン、ヤンセンは違う、目回しのをつけてんだ。そうだ、枠がないから。いやいいんです、どうせ行ったんだけだからね。ほらね、あんまり GC も減らないし、でここで石化で勝ったと。無用な争いだったのでしょうか。石化は1回だけかけてもまた次にね戦いが始まってしまいますので、ダメです。2回かけないとダメです。ただね、もしかしたらね、ちょっとよくわかんないんだけど、まあ多分ないと思うけど、例えばさ、最初3連発、じゃあまあいいよ5連発でも5連発石化かけるとするじゃないですか。そしたらやつのターンが回ってくる前に闇魔導士シューンとか言って死んじゃうのかね、ターン待たずとも。まあいいんですけどね。ワンターンね、5には死んでしまうのでね。だけどあれだよな、今たまたま闇魔導士は次のターンに初めて攻撃するっていうようなやつだけどさ、もしさ今6体ナイトフライヤーの攻撃最初受けるでしょ。でさ、7体目に闇魔導士の攻撃が入ってるとするじゃないですか。例えばたまたま入ってないからいいよ。やつは次のターンに必ず攻撃するっていう、そういうこの作りになってるのでね。だけど7体目に、だから要するに1ターン目に必ず攻撃回数1回はあるとするならば、7体目というか、それだとどうなのかな。バーンって、もし闇魔導士より先に石化を3連続とか4連続かければ、普通にゼフレイヤーやった時みたいにドカーンって死んじゃうのかな、普通に一撃死みたいに。どうなんでしょうね。
とにかく闇魔同士は物理攻撃か今みたいなやつでやるしかないですね。あとウイルスも毒も一応は効きますっていう感じで、石化をストーンをかけるやつにやってるんだったんだけど、ごめんなさい、ヤンセンは目回しの方をやりましたね。要するにスキルを取得できないので、通常者だから石化になるのを防ぐよりも目回しを防がなきゃしょうがないので、だってもしヤンセンが目回しになってしまったら闇魔同士に向かないかもしれないじゃないですか、ストーンがね。そんなことあってはいけないので、ただね、必ずナイトフライヤーの6体の後に我々の攻撃が始まるので、結局ね結局は敵は1体しかいないので、絶対に目回し食らったとしてもストーンは闇魔同士に向かいますが、向かうんですが念のためにっていうやつで、どうせ石化になってもワンターンで殺せてしまうので、別に構いませんよっていう感じかな。前回よりはまあいいでしょうっていう感じでは、もう一回カット通常のセーブデータに戻ります。じゃあカットでは、カット終了。ここのね、さっき最初の方に言ったと思うんですけど、ここのエリアを、回って、4つぐらい、宝箱っていうかアイテムがありました。それがこれ、それからこれ初めてだね。それからこれ、それとね、もう一個あったんだけど取るの忘れました。女神のなんとかってやつかな、回復剤かなんかだと思う。これね、女神の飛躍、戦闘不能回復ね、フェニックスのみたいなもんですね。HP が全回復と、その4つでしたね。なのでこのエリアの次のエリアに行きましょう。でね、とりあえず雑魚戦はとりあえず今は全部カットで、ここでね、これ見て夢が始まっちゃいました。どうしてもこう通らなきゃいけなかったんで、さあ、行きましょう。でここをジャンプで行って、ここら辺にも宝箱あったね。どっかこの奥だったかな。さて、ここからは行ってはないのでね、さあ行きましょう。ここにもね、ジャンプで越えて取れる宝箱ありました。ジャンプで、さあ行きましょう。さて、ここ初めてだぞ。不臭の沼。やっぱりあれだな、何マップがあるんですね、いつもみたいに。ムービーか。こういうのがあるから裏でやっとけないんだよな。千年の夢もそうだけど。なんか肩に、なんだこれ、光ってるぜ。ホタルなの？まん丸だけど珍しいホタルだね。暗闇で光る虫の一種だよ。そっと扱えば明かりに使えるよ。大丈夫かよ。何ビビってんの？肩に乗せてごらん。そのままじっとしてるでしょ。ヤンさんも乗せてんの？こんな洞窟はどこに穴が開いてるかもわからないし、危険な場所もあるかもしれない。こんな明かりでもせいぜい大事にしないとね。松明みたいな感じ。肩乗ってる。これがあれ、前回兵士の手記っていうのを取ったと思うんですけど、先ほど見せた戦いのところにあるクックとマックがビビってたあれね、シャレ神戸ね。そのシャレ神戸のやつがなんか兵士の手記っていうのを持ってて、そこに書いてあったね。なんかね、確か前回だったよね。なんか光があれば、光さえあればとか言って、それがこの意味なのかな。さて、まずじゃあこっち行ってみる。これ行き止まりだね。特に何もないのか。こうでいいのかな。これはジャンプで、ここ何行けんの？なんかあんな。こういうところもありました。こういうとこね。あれ、
あ、拾う拾う。あ、さっき若干光ってたな。気づかない。あ、500ゴールド。さて、もうそろそろ敵に合いそうだな。あ、こうやっていけるん。あ、なんかこれダメージ食らったりしない？登れんの？あ、宝箱ある。いけない。高すぎるんだ。マジで宝箱があったのに。あ、なんかまずいまずいまずい。死んじゃうんじゃない？死んじゃうんじゃない？葛藤しました。こうやっぱりちょっと食らっちゃうのかな、ダメージ。これは何かありますか？どういう感じになってるかな。あ、肩に乗ってたやつがいないぞ。これ今のホタルみたいなやつ違うのか。あ、これ登れない。はい、カット。ここはね、トンズラしても必ず攻撃受けちゃうな、少しは。遅いからなのかもしんないけど、今カイムとセスにだけつけてるんですけどね。ちょっとホタルなくて平気？こっちはなんかある。あ、なんかある。宝箱。おっと、ピッピッって言ったよ。押してる。あ、パワードリンク。なんかアクセサリーじゃないのか。さて、なんかもう一段階いってないような気もするが。こっち調べる？あ、これか。あ、肩に。こっち行ったっけ？これは、あ、しまった。来たところか。ああ。はい、カット。必ずやっぱ食らっちゃうな、少しは。あ、ここあれか。さーてと、じゃあちょっと先進もうかな。まあマップ自体はそんなに大きくないんでしょうけど、どういう風に進めばいいんだ。なんか今コントローラー動かなかったぞ。ちょっと待って、なんか複雑だな。これは、ジャンプ。なんかあるんじゃないの？あれ、ジャンプできない。なんかあるんじゃないんだ。あ、なんか飛び石みたいになってるぞ、ここ。ああ、これね。ああ、この上の宝箱か。ちょっと今んとこ不明ですね。ちょっと怖い怖い。確かにちょっと暗いんだな。こっち、なんかこっちに道が。あ、ないの？だってなんか地図にはあるじゃん。行けないんだ。さあ、違うマップかな。暗黒洞窟魔物の王広間。なんかいた？ちょっと見えないんだけど。あ、なんかいる。なんか新しいやつだ。逃げよ逃げよ。クック怖いんだね。襲ってきたら大変だよ。クックはなかなかやっぱこういうとこ怖いのかな。クックっていうか子供たちはね。
なんか今までさちょっとだけ一緒に冒険してるけど、なんかスタスタ自分たちで行ったりしてたじゃん。さてこれは一本道かな。それだったらそれでありがたいんだが、なんか分かれ道だね。ちょっとこっちに行ってみたいよな。その前に途中ミニップ見てるとちょっと見逃しちゃうね。あ、これだからここいいね。あ、おアクセサリーだぞ。これはいい。なんだ。敵前列にダメージを与え敵の GC を下げます。いいじゃん。じゃあこれに変えとこう。まず1人目。今不死者が4人ぐらいいるのか。全員やるのに今20だったら80が必要なんだな。80回戦わなきゃダメか。経験値1のやつと戦ったとしても経験値上げたくないのでね。まあでも SP2 もらえたりするやつもいるけど、経験値1でもね。今どう来たんだっけ。こうでいいの。なんかない。あっと失礼しました。すいません。今カットのことが気になって違うことやってた。ごめんなさい。これ落とし穴とか言ってたのこれ。そうらしい。なんだってそうやって取るんじゃないの。じゃあさっきのやつなんかここあるんじゃないの。なんかこれほら文字が出づらい時あるからさ、ダメか。向こう側から来るとか出づらいな文字が。このゲームダメなところポイント1ですね。ダメなポイント1。よし。魔物の広間か。こっちでいいのかな。奈落の罠ね。確かに奈落のあれ、さっきの穴どこにあったっけ。今穴なかったじゃん。ホタルがいないからか。ちょっと待ってよ。ホタルどこだっけ。もうダメだ。またランダムエンカウントが。はい、カット。今珍しく敵より先に動けたな。ギリギリたまたまだな。いやここはまだ平気なんだっけ。どっかにあれの補充はないか。これとか違うのか。参ったな。こっちは風だね。これはいけるの。いけんの。これ何。じゃあこっちはぐるって回れんの。ぐるって回れるんだ。どっちのルートでもいいんだ。ちょっとまずいな。補充したいんだけどホタルを。道が分かれてるな。行き止まりがある。なんかこっちか。
大丈夫？落とされない？あ、宝箱だ。お、キーラだって。これ呪術だね、あの色。あ、ここハテナだったな。これでレベル4が揃ったんだ。あ、味方一列の、あれこれなかったっけ？確かどっかで見たぞ。これか。これのがちょっと上位版なんだね。まあでも 2A だもんな、タイムが。なるほど。ちょっと待って。ああ、味方前列だっけ？これ、あ、こっちこれか。さてと、どっちに行きたいかね。なんかちょっと名残ないの？ああいうああいうのがダメ？光ってるとこ確認するのは怖い。あ、うん。怖いね。ちょっと余計なとこ行くのやめるか。ちょっとね、先まで行っちゃいたいんだよ。どういう風になるか、動画中に。あと裏で行ってみよう。これ、あ、カット。このゲームさ、状態異常を引きずらないんだね、戦いが終わると。毒とかさ、引きずりやすいじゃん。他の状態異常はあれでも、毒はね、治さない限りずっと毒かかったままですよとか。お、なんか光ってんね。お、目つぶしの毒粉、毒粉っていうのかな。これ何に使うんだっけ？目つぶし、どっかにあったね。これか。あ、これね。あ、これ1個作ったことあるけど、まあだから1位になったんだけど、でこれにもね上位版があるけど、そっか、暗闇を発生させるやつがいるかもしれないね、ボス戦とかで。はい、カット。これは、なんか落っこっちゃったけど、ああ、いいの？待てよ。違う違う。なんかコントローラーが動かないぞ。これは何？あ、いいね。あ、セーブポイントだ。じゃあボス戦かな。あ、宝箱。お、木の実。カットしました。さて、なんか行ってないとこがあると思うんだけど、さっきの宝箱も裏で取ろう。さて、ボス戦かなんかな。また前回みたいに何の準備もしていないが大丈夫かな。なんか光ってる。あ、これあれだな。こんな奥にあったんだ。これじゃない？これあそこになんか光ってるぞ。お、呪いよけの、呪い使ってくるやつがいんのかな。ボスかなんかわかんないけど。なるほど。じゃあ早速、
いやいや、そこになんか光ってんだよ。万能薬か、万能薬か。あとなんか動かない。なんかコントローラーが調子がおかしい。まあアクションゲームじゃないからバトルが始まっても特に問題は、なんか怪しくないか。ちょっと待って、一回セーブしとこうか。よし、セーブ終わり。さてと魔物の大広間。またなんかなくなっちゃったな。いつの間にか肩に体当たり。おお、コロコロコロぶつかっちゃったよ。なんで音しないの？まさか前バグったことがあるから、最初の動画で。これバグってんだ。これバグってますね。まだだ。ちょっと一回カット。さあカット終わりました。今リセットかけました。ちょっともう一回行ってみよう。ヤンセンとねセスと3人で待ち合わせる場所があったんですけど、序盤の方にそこでもねありましたね。でリセットかけたんだっけ。さあ大丈夫かな。今絶対ボイス付きなはずだよ。大丈夫かな。音してる。なんかしてるね。今度は平気だな。なんか声小さくない？喋ってる？なんか聞こえるよ。オッケーオッケー。なんかいるよ。なんもいねえって。なんかいたな。さっき見てたやつじゃん。見てたやつっていうか。冗談だろ。ますます私の好きな雰囲気になってきたじゃない。こいつらを飛ばさなければここからは出られんぞ。いきなり始まるわけじゃないんだ。なるほど。じゃあもうちょっと進む。なんかこいつらさ、グランドスターシンボルエンカウントだ。たまにあるね、こういうこの手がね、このゲームね。そういうこと。でも倒さなきゃ進まないとか言ってたな。ちょっと待って、このメンバーでいいのかな。ちょっとマック入れ替えるか。いや、なんでかっていうわけじゃないんですよ。ただレベルが低いやつを入れたいだけ。今サラがいないの？そうなんだ。サラは今レベル高くなっちゃってんだよな。何にもつけてないんだけど、ただスキルは盗むそうだな。どうすりゃいいかな。こういうのでもやっとくか。これは何になってる？トンズラか。トンズラできるかもしんないもんね。盗むスキルリンクはまあいいか。とりあえずやってみるか。今日戦ってないからね。ボス戦で戦ったか。じゃあ戦ってやるよ。逃げれそうだけど。備えあればこそですわ。なんだって。4体。これは戦ってはダメだ。
これできんの？できるんだ。じゃあちょっと時間ないからこうさせてもらおうかな。ここはカットしなくていいや。違う違う、また今度ね。また今度ね。また次の時に言いますよ、もし何かあれば。なんか地図に載ってんね、緑色がね。でも下げては通れないんだな。じゃあ一回戦って終わりにしようか。ちょっと先がどうなってんのか見たいだけなんだよ。なんとか動画中に、逃げれんなら。また今度ね。やっぱちょっとタイマー遅いんだな。よし、どっちに行けばいいんだ。いける？よし。沼の時みたいにちょっとボヤボヤしてんだなこいつら。危ない。なんか赤いやつがいる。赤いやつがいる。ちょっと待って。赤いやつがなるほどな、なるほどな。もう倒さなきゃダメなんだな多分、おそらく。来る？来いよ分かったよ。じゃあ一回戦うよ。全員じゃなくてもいいんだろう。倒さなきゃいけないっつってたもんな。さて、こいつはまずなんだ。こいつは何者なんだまず。HP だをまず見ておこうか。結構あるな。さっきそういえば HP 乗ってた気がするな。誰かつけてたんだっけ。それから生物土か。生物土ね。生物、これでもいいか。ちょっと今適当に時間もあれだから。じゃあまず物理攻撃ね。生物土、土のこれでもいいか。どうかな。グランダぐらいじゃないとダメだよね。まさかカウンター飛んでこないよな。さて、なんか怖いからゼバリアとかやっとく。ちょっとよくわかんないけどこんな感じで。これはあかん。 GC 減ったらやばいな。バックもなんか入ってんな。あれ麻痺かなんかか。なんだっけ、あのマーク。封印か。封印だな。だから今祈りできたのか。滅却をなす無の力、いざ。さあどうだ。マインだとか言んなきゃダメかな。それだけ。病気にもかかってる。病気になってるぞいつの間にか。なんだって。一人だけでも。ちょっと待てよ、こいつバックじゃないよな。ちょっと待て、
直せないっけ。しまったな。セスじゃない、サラいないのか。一匹倒すのも大変だよ。あ、グッド。マジ。あ、武器ガード。なんとか回も挑発とかやった方がいい。よしあ、まずい。なんか2つかかってんな、クックまた。滅却をなす無の力。よし、1匹は死んだんじゃないか。いや、ちょっと待って、私勘違いしてない？ちょっと待ってバカだな。もうよくやっちゃうんだよ。なんで属性土なのに土やってんの？バカじゃない？もうじゃあこれちょっと待って、土だからちょっと待って、風とかさ、まあ、まあいいんだけどさ、なんかあるんだよ。よくやっちゃうんだよ。バカだな本当に。あ、ちょっと一回何持ってるかだけ見ようかな。なんでこんなそういう風にやっちゃうんだろう。すぐ勘違いしちゃうんだよな。なんてやつだっけ。これか。あ、こいつこれ持ってんの？あ、本当に。まあ欲しいっちゃ欲しいんだけど、ドロップか。ドロップね。盗みはできないんだ。土だって、しかもバカだな。もうなんでバカなんだろう。よくやっちゃうんだよ。状態上が何聞くかちょっと今わからないな。なんだっけ。土だから風か。土だから風なんかない？生物とかいうのがあったな、どっかに。どっかなあ、風これでもいいか。あ、違う、間違えた。どっかにあった。まあいいや、これで。もう本当にバカだよ。もうなんてバカなんだ。全くもう。ゼヒールとか毒も入ってんのか。まずいな、クック直してあげなきゃ。いいね、ボギガードつけてよかった。これで何か1個解除されてない？滅却をなすさあどうだ、無の力。今度こそ間違ってないぞ。よし、まずいな。よしよし、やっとだよ。なんかもっとうまい戦い方あると思うが、一匹ずつ確実にやるか早く。まあいいかな。そうね、これでどうかな。ウィンダー確実に一気にいけないかな。ウィンダー、祈り、まあ知らないと思うけど、ヤンセンの方が早いかな、案外。よし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 。そっちバカ野郎。集中攻撃されるよな、このゲームは。意味なかったね。おお、行くね。まあなんとかね。あっと、こいつらどっから湧いてくるんだ。何匹やっても
キリがないみたいな感じ。倒しがいがあるじゃない。はあ、でもさすがにいい加減飽きてきたね。なるほど。上にはボスがいるはずだ。そいつを狙うぞ。あ、それさっきのやつかな。あ、じゃあ1回だけ戦えばいいんだ。1回は戦わなきゃいけないみたい。どうやら。あっとボスいたね。こっちに来てる。お前じゃないの？お前だよな。おい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 、ダメダメ、緑のやつに当たっちゃう。動くんだ、動くんだあいつ。なんてやつ。あ、ヤンバルクイナみたいなやつ。よし、お前だ、バカ野郎。今しまった、指が滑った。見逃してくれるわけないな。あ、そっか、トンズラできんだ。トンズラできんだ。よかった、トンズラできて。あっと、マジで、次回ちゃんと戦います。ちょっとどんなやつかだけ見て、次回戦います。おっと、いきなりもう当たっちゃったよ。部活でした。さあ、どんなやつだ。ああ、青いぞ。青い。あ、生物土。あ、本当に。あ、本当に同じなの。さっき土だったよな。クイーンだ。へえ。あ、土。本当に。まあ次回にしよう。勝ったら勝ったで今度またムービーとかあったら嫌だから。じゃあここまでにしておきます。ちょっと裏で戦ってみて、またほら前回みたいにグダグダじゃ嫌なので、こいつボスでしょ多分。ボスっていうか、まあ少なくてもここの主要なやつでしょ。だからまたね次回にします。まあ土だからウィンだとか、まあやってみようかな最初はね、裏でね。あと状態異常がどういうのを聞くかもちょっと試してみたいね。では今回はここまでにしておきます。ご視聴いただきありがとうございました。中途半端ですいません。いやー今回長くなっちゃったな。では次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラピーでした。じゃあね。